いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。10月の10日ですね、こちら、リーバイスヴィンテージデニムジャケッツタイプ1、タイプ2、タイプ3、はい、こちらの本がですね発売になりました。これ約2年かかったんですけれども、今大好評でですね、うちのオンラインストアの方でも店舗の方でも販売しております。まだ見てない方はね、ぜひご購入して見ていただきたいんですが、これからですね、何回かに分けて、こちらの本に載ってる実物ですね、いわゆる G ジャンを、ちょっと解説していこうかなと思います。そしてこちらの本に載ってる一応ですね、私の私物になるんですが、ナンバー9ですね、09、実物をちゃんと解説しようかなと思っております。それではこちらなんですが、第二次世界大戦前です。1941年から42年頃、はい、に作られたモデルになります。もういわゆるね、ポケットが1つ、はい、そして、僕のはこれユーズドなんでですね、こちらに通常でしたらね、501と同じように、レザーパッチ、はい、このパッチがついております。こちらこのねワンポケットの通称ファーストの、番号なんですが、G ジャンになりますと 506XX、はい、こちらがねファーストの、ロット番号です。後ろを見ていただくと、これアジャスターですね。こちらバックルバック、はい、これもシンチバックとかって言い方をするんですが、いわゆるここでこういうふうに詰めたりとかするために付けられてます。そして、古い年代になるとですね、このバックル、古着用語で針針という言い方をするんですが、本当にリアルにこういう形で針になってます。はい、リーバイスのジーンズでも言うんですが、1937年モデルというのから、このいわゆる赤いタブですね、リーバイスという書いた赤いタブが特許が取られて、ジーンズにもつくんですが、同じく G ジャンにもここに赤タブがつきます。残念ながらね、僕のは買った時からここがパサッと切られてました。ちょっとね、今日自分が着てるのは復刻の方なんですが、こういったね赤いリーバイスと書いた、もちろん片面ですね、片方にしか書いてません。この赤いタブが通常はつきます。そしてボタンが12345個、はい、このディティールは、最初の頃から変わりません。そしてもうこれはね、完成された形という言い方になります。いわゆるフラップがつきます。はい、ポケットにフラップが、この後のね、第二次世界大戦中になってくるとフラップがなくなったりとかっていうディティールも変わってきます。またそれもね、今度紹介したいんですが、こちら、506WX、 このフラップのですね後ろこうめくるとですね、これもね、僕はだいぶもう12年ぐらい着込んでるので色が落ちてます。この表の生地、はい、ここの上の生地はこの外と同じ生地です。ただこのねフラップの後ろの生地だけは、こう見ていただくと色がねうっすら変わってると思います。後ろの生地だけ薄い生地を使ってるんです。はい、これはね WX の特徴です。このフラップの後ろの生地だけ薄い生地を使ってる。はい、なので、乾燥機とかに入るとたまにねクリーンってこういう風にめくれてたりとかあります。はい、あとですね、この年代、いわゆる30年代から、ちょうど戦争の直前までの年代なんですが、僕のよく見るとこのステッチがですねオレンジ色のステッチが多いです。ジーンズも501も一緒です。黄色いステッチもしくはこのオレンジのステッチ、たまたまかもしれませんが、この年代ちょうど41年2年頃、このちょっとオレンジステッチが多いかなと。僕が最初に手に入れた時はもうワンウォッシュだったんです。コンコンだったんですけど、全て、オレンジステッチでした。はい、そしてこのいわゆるこのプリーツですね、前フロントには必ずプリーツが入ってるんですけれども、ここを留めるこのスクエア四角いステッチ、これも、3つ必ずついてます。そ
そしてこの少しね細いのが特徴です。これが40年代戦争後になるとちょっと大きくなったりとか、はい、あとはボタンはねこの501のトップボタンと同じ大きさです。他にですねこの袖口とか、初めてねジージャン着る人とかはねちょっと違和感感じるかもしれませんが、この下側からボタンを留める形なんですが、この次のモデルからねボタンが反対になります。この下から留めるという形のが、リーバイスのこのファーストは、こういった作りボタンになってます。そして、袖なんですが、肩から1本のステッチとこの脇から1本のステッチ、2本のステッチが袖に入ります。そして背中です。通常ねこの背中には横にステッチがこう2本入るんですが、この大きいサイズですね、いわゆる、真ん中にこちらは2本ステッチが入っております。これは最近ね通称ティーバッグという言い方をね、されてます。そしてこれは横幅がねいわゆる大きくなるので、真ん中生地がですね生地幅が要は足りないという形になったので2枚をこう次足したという形でステッチが入ります。こちらの本にはですね一応、サイズチャートの方とかもね載せております。メンズのレギュラーサイズが34から44まで、そして、46、48がエクストラサイズ、そして50がダブルエクストラサイズですね。そしてさらにその上の52、54がトリプルエクストラサイズ。一応ですね今回この本にはさらにその上の56ではないかというものも実際出てきました。なのでカタログにね載ってないというのも発見されたっていうのもあります。506 WX という、501と同じなんですが WX の横にエクストラサイズの E という文字が入ります。自分の持ってるこれは 506WXE です。E が1つ。そして先ほど書いてあったように50以上になってくると E が2つ EE という形ですね。これもね年代で少しずつ変化があります。ただ、リーバイスのプライスリストを見る他の資料を見させていただいても、どのサイズから T になっているかというのは実際書いてません。僕はですね一応実物を何枚か検証して T バッグというのは、サイズ46以上から、T バッグになります。あと年代によってはですね48から、年代によって変わることもあります。ちなみにですね僕のこのティーバッグは、発見された時にですねワンウォッシュ、状態で乾燥機に多分ね入れられてた状態でした。なのでものすごい縮みが出ておりました。なので僕のこれはですね日本一小さいティーバッグっていう風に自分の中では認識してます。先ほど少し説明したんですが、これがバックル後ろの針ですね。こちらよく見ていただくと黒い、色が黒になってます。戦争に入る1個手前41年ちょうど42年から戦争が始まるんですが、その頃まで本当多分数年間だけ使われたこの黒いバックルですね。これ非常に珍しいです。僕も今までね本当に何着かしか、見てません。ここのバックルの金具というのもねいろんな種類を実際リーバイスは使ってきてますので、ここがこういう黒を使ってるってことはこれは戦争以前であるというのが一応分かります。この形自体はね、もう20年代からこの形になってます。戦争の第二次世界大戦の時はまた一つディティールが変わりますが、ファーストは53年まで作られてるんですが、見た目は正直そこまで変わらず、こちらが 506WX、これは大きいサイズなので E とつきます。今回はこちらのジャケットを解説させていただきました。これからですねどんどんこの本に載っているオンブック、の実物をですね、きちんと解説していこうと思っておりますので、このチャンネル、またご覧になってください。よろしくお願いします。